今日はリースブラシを使って簡単にリースを描いていきます。アンスプラッシュフリー素材サイトからリースで検索して参考になるリースを探します。リースもたくさんあるのですが、松ぼっくりですとかドライフルーツが乗ったこちらのリースにしていこうと思います。画像をタップして画像を保存、プロクリエイトを開いて上の追加、写真を挿入、今の画像を選んで配置してください。こちらから色を取ります。深い緑色を取ります。パレットでプラスをクリック、新規パレットを作成、こちらに追加していきます。あともう一色、明るめの黄緑色を選びます。こちらになります。今の画像は一旦隠して上に新規レイヤーを追加します。横で画像を見ながら描くので、キャンパス基準、イメージを読み込むで今の画像を選択して横に配置しておきます。まずはリースを描いていきます。隣のカードとクリックするとこのような感じになります。深い緑色を選択してリースブラシを選んだら、サイズは 35% ぐらいにしています。1回丸く描いて、さらにもう1周、2周しました。上に新規レイヤーを追加して、リースは少し葉が飛び出ているので、そこを少しはみ出るような感じで表現しておきます。さらにもう1個新規レイヤーを追加して間に入れます。明るい黄緑色、イエローグリーンと書いてありますね。こちらを選んで一周丸を描きます。同じレイヤーで明るいイエローグリーンでも少しはみ出たような感じで表現してみてください。一旦グループ化してリースはこのぐらいにしておきます。名前もリースとしておきます。次にブーツブラシを選択して上に新規レイヤーを追加します。赤なんですが、一番角が鮮明度の高い赤で若干ちょっと深みのあるようなレッド色を選んでいます。こちらをクリックしてパレットを追加して暗いピンクレッドとなっていますね。そのような色のようです。拡大してこちら上に新規レイヤーを追加して白を選びます。エレメントの雲、こちらで綿を作っていきます。くるくるくるっとするとブーツの上に綿をつけたような感じで表現できます。先ほど選んだ赤から若干ちょっと暗めの色にして、スプレーの太いノズルで色は薄めにしてブーツアルファロックをかけます。そこに少しシャドウを入れると雰囲気のあるブーツに仕上げることができます。ブーツの周りにさーさーっと影を入れるような感じです。くぼみのあるところにも入れていきます。次にニットブラシを使って飾っていきます。色は白を選びます。ニットブラシにしてブラシサイズを 11% ぐらいにして底の方に白い模様をつけます。今度は細めにしてアルファロックを外します。上に新規レイヤーを追加してリボンを追加してクリスマスらしいブーツに仕上げていきます。ブーツのレイヤーはすべてグループ化してブーツとしておきます。好きな角度にしながらブーツを一旦複製して上のブーツはフラット化して1枚の画像にしておきます。複製して好きな場所に置いてみてください。新規レイヤーを追加して今度はソックスブラシで靴下を描いていきます。色は何でもいいのですが緑を選んで一度タップします。靴下レイヤー選択、靴下レイヤーを隠して上に新規レイヤーを追加してニットブラシを選びます。赤を選択してブラシサイズを 8% ぐらいにしています。靴下の中をニットブラシで描いていきます。描き終えたら選択を解除して今度は靴下の周りを毛糸のボコボコが出るようになぞっていきます。靴下の上の方は少しブラシサイズを小さくすると描きやすいです。毛糸の靴下に模様を入れます。今のレイヤー選択、上に新規レイヤーを追加して色は白を選びます。同じニットブラシでざっくりと簡単な模様を入れていきます。もう一つ模様を作りたいので一度隠して上に新規レイヤーを追加します。違った模様を描いていきます。模様が描き終えて OK でしたら赤いレイヤーを
複製して下に配置します。それぞれを下へ結合で合体させます。隠していたレイヤーを表示して下へ結合で、靴下も好きなところへ配置していきます。過去動画で紹介した松ぼっくりに白い模様をつけていく方法を紹介していきます。ハイライトのレイヤーを選択、上に新規レイヤーを追加して色は白を選びます。スプレーのフリック、こちらを使ってブラシサイズ少し小さめにして、こう雪のような粉のような雰囲気を松ぼっくりに追加しています。前回の動画で松ぼっくりを描いてくださった方はこのようなアレンジをされてもいいと思います。こちらの松ぼっくりもフリーダウンロードできるのでぜひ使ってみてください。一旦背景色を隠します。共有、ピンクを選択して一度画像を保存します。追加、写真を挿入で松ぼっくり画像を選んで配置していきます。松ぼっくり増やしたいので複製してまた違う場所に配置します。今回デコレーションなので複製することが多いと思うのですが、このような感じで画像をタップしてレイヤーを複製として持っていくこともできます。こちらのやり方を少し説明させていただければと思います。環境設定をクリックしてジェスチャーコントロール、そこにクイックメニューの下のタッチして押さえたままにするという項目があるので、そちらを設定するとタッチして周りの6つのリンクを好きなようにカスタマイズできます。今新規レイヤーになっていますが、いろいろ選べて下へ結合というのを選んでおきます。そうするとここをタップすれば下へ結合ということもできます。次にレモンを飾ります。過去動画からこちら持っていきますが、フリーダウンロードも用意してあります。輪切りレモンをコピー、リースキャンパスを開いてペーストとするとリースレイヤーの方に持っていくことができます。少しオレンジ色にしたいので色相サイドメイドの色相を動かすと色を変えることができます。オレンジ寄りの色にしてサイドを上げると色を濃くすることができます。画像に合わせてこの色にしてみました。レモンを葉の下に持っていきたいと思います。リースレイヤーグループを開いて間にレモンを配置します。するとレモンの上に葉が乗ることでリースの奥行き感が出て、また自然な感じに仕上がっていきます。画像を拡大すると少し角度の変わったドライフルーツがあります。このレモンを一度複製して一旦外します。このディストーションというのを使って上の方に斜めに持っていくと角度を変えてまっすぐな感じにすることができます。2枚重ねたい時には一度配置してから画面をタップしてレイヤーを複製、そして重なりを作ってみてください。縦2枚のレモンも一度グループ化しておきます。複製しながら好きな位置に配置していってください。飾りはどんどん増えていきますが、リースレイヤーのさらに下に持っていって間に葉を入れることで自然な仕上がりになっていきます。次にクッキーを追加していきます。こちらも過去動画で書いていますが、画像もダウンロードすることができます。必要なところをフリーハンドで囲んでコピー&ペーストするとレイヤーの上に選択した部分が持ってこられるので移動しながら増やしていきます。クッキーの画像を表示してまた欲しいところをフリーハンドで囲んでコピー&ペースト、好きな位置に移動させながらクッキーも全体に配置していきます。次に赤い実を描いていきます。こちらはクリスマスやお正月でよく使われる難点の実です。シャドウ、ハイライトを入れることで、丸い感じが表現できます。赤を選択して丸い形のあるフィッシュブラシを使いますが、丸を作っていただいても大丈夫です。新規レイヤーを追加してポンポンと配置していきます。ランダムに好きなところに丸を入れたらアルファロックをかけてスプレーのチューブとノズルで若干暗めの赤い色にしてからサイドは下げておきます。下の方のシャドウを入れていきます。
次に白い寄りの色にして、ブラシサイズを細めにしてハイライトを入れます。このぐらいのシンプルなハイライトでいいと思います。小さめにして好きなところに置いてから、次に赤い実の下に茎も入れていきますが、ちょっとレイヤーが増えすぎているので、クッキーはグループ化したりしながら少し整理しておいておきます。赤い実はリースの下の方に配置してみました。新規レイヤーを追加して赤い実の下に配置します。茎を見ると中央にみんな集まっている感じなので、そんな感じで描いていきます。若干暗めの赤色を使ってインキングのスタジオペンで一点に先が集中するようにして、最後は茎を伸ばすような感じで描いていこうと思います。赤い実だけ増やしてから茎を入れられると、それぞれが自然な仕上がりになると思います。赤い実の下に茎のレイヤーを配置して、インキングのスタジオペンで増やしていきます。飾りをつけながら時々増やしたいものは複製して、バランスを見ながら増やしていってください。こちらでリースのデコレーションは完成です。最後にリボンをつけていきます。上で新規レイヤー赤を選んで、ブラシはカリグラフィークナイ、こちらを使います。不透明度も上げて、ブラシサイズも最大にして、右と左にザーザーっと入れていきます。下にも右と左に、片方は長めに作ります。リボンのレイヤーを一度アルファロック、今の赤から少し暗めの色を作って、同じく難易で中心の方に影を作ります。こちらもザザッと塗る程度で大丈夫です。上に新規レイヤーを追加して赤色を選んだら、同じく難易ブラシでブラシサイズ少し細めにしてリボンの結び目を作ります。四角い形を作るような感じで色を塗っていきます。今度は下のレイヤーのアルファロックを外します。インキングのスタジオペンを選んで、リボンの端のギザギザしているところをきれいに整えて塗っておきます。こちらの端の部分だけで大丈夫です。リボンの形を少し整えておきます。白矢印ワープツールを選んだら、少し長いところは中に押して短くしたり、上から下に、下から上にして形を整えます。結び目もディストーションを選んで形を整えていきます。グループ化してリボンとしておきます。リボンの大きさを調整して一度持っていきたい位置に配置してみます。リボンに葉がかかったような感じに仕上げたいので、リースの下に持っていきたいと思います。途中でどこかに置いてから下の方なので移動させながらリボンレイヤーを配置します。リボンを配置したことで他の飾りを少し動かしてバランスを整えておきます。リボンにさらに飾りをつけます。下のリボンを選択をクリック、上に新規レイヤーを追加して色は白を選びます。ニットブラシを選んで少し細めの 5% ぐらいにしました。真ん中にスーッと白いデコレーションをニットブラシで入れておきます。赤と白ですと少しクリスマスな感じに仕上がると思います。このリボンの影の色を選んで同じクナーイを使って不透明度を下げます。影のあるところに上からさっさと白いところに影を加えて、今度は上の結び目にアルファロック白を追加して同じようにニットブラシで白色を追加します。リボンの影の色を選んでから同じクナーイを使って今度は結び目の周りのところにザーザーとリボンの影を入れていきます。リボンを追加してこちらでリースの完成となります。全体を見て
て飾りを少し移動させたり葉を増やしたりしながら素敵なリースに仕上げてみてください。楽しいクリスマスになりますように。今日も見ていただいてありがとうございました。